はい、どうもこんにちは。何か総宅のまこさんです。はい、錦糸町駅ですね。なんだお前はまた錦糸町駅かと。はい、錦糸町で、そしてなんかこの前押し上げとかね出してきやがったなと。お前はやたらと墨田区にこだわりがあるのかと、墨田区民ですかと思ったそこのあなた。はい、墨田区民ということにしておきましょうね。はい。はいあるね、ストーカーの皆さん、私はね、墨田区民ということなので、大体ね、この錦糸町駅のね、この辺り適当に探したらね、大体見つかりますので、根気強くね、粘ってみてくださいね。はい、そうです。話取れちゃったんですけど、はい、ここからね、今日はね、スタートします。はい、ここはね、総武線の駅ですね。はい、で一応ね、ここまで出てきたんですけど、今回はあれをやります。山手線の、喫煙所訪問、そして中央線快速の、喫煙所訪問、それをやってきましたが、今回はですね、中央総武各駅停車、観光線ですね、それの喫煙所探しをやっていこうと思います。はい、拍手してください。はい、というわけでですね、前回の、中央線の快速と被る部分がありますよね。被る部分があるので、最初のね、三鷹のあたりとかちょっと省いて、まずね、東中野まで向かおうと思います。ちょっとね、時間かかりますが、で今現在、時刻はですね、朝の10時46分です。めっちゃ遅いじゃないかっていうの、遅いですね。寝坊しましたね、完全に。起きれなかったですね。というわけでね、今後もね、結構ね、この駅からね始めていくことが多いと思いますので、墨田区民ですから、墨田区民なので、はい、墨田区民なので、探してくださいね。墨田区民なのでね、探したら見つかりますからね、本当元気なストーカーの皆さん、普通にストーカーする人もいると思いますが、ネットストーカーの皆さん、もうちょっと元気を出してね、この辺りをね、毎日探してみてください。絶対にね、1回はね、見つかると思いますから、よくうろうろしてますんでね、探してみてくださいね。あれですよ、墨田区民ですよ。だから、持ち上げのあたりもうろうろしてますからね。はい。わかりましたかね。はい。これ有力情報ですよ。はい。じゃあ向かっていきますよ。本当にね、墨田区民ですからね。私のね、住所ね、振りそうになってんじゃないかなと思ったんですけど、もう振りそうなんで、どうせ振りそうなんでね、振りそうにしておきます。墨田区民です。その辺歩いてますから、本当に歩いてますから、探してください。むやみやたらに探さなくていいんで、探したい方はね、探してみてください。本当に言いますから、本当に見つかりますから、握手したい方、どうぞ。で、握手したいと思って来た方は、わざわざ遠目からどこそこいましたよねって、後から言わずに、握手してください。お願いします。はい、始まりました。これから中央総武線各駅停車の各駅の喫煙所を訪問してまいります。はい、まずは、今日一日お世話になる、切符を券売機で買っていきます。はい、特内パスですね。こちらでは東京23区内を1日760円で回ることができます。はい、そして中央線の喫煙所巡り、なんだもうやったじゃないか、またやるのかお前はと思ったそこのあなた。はい、実はですね、違うんですね。説明いたします。中央線快速、そして中央総武線各駅停車、またの名を中央総武観光線、そして総武線快速、これら3つは正確には別物になっております。つまりね、運転系統が違います。中央線快速は東京駅から高尾駅、中央総武線各駅停車はお茶の水駅から三鷹駅までの中央線各駅停車と、そしてお茶の水駅から千葉駅の総武線各駅停車を指しております。そして総武線快速は東京駅から千葉駅といった具合に名前は似ていますが、全く別の運転系統となっております。この度は中央総武線各駅停車の三鷹から千葉までの喫煙所を紹介していこうと思います。しかし、三鷹から中野駅までの喫煙所巡りはですね、中央線快速の、動画の、中にありますので、そちらを参照していただければと思います。つまりですね、この度東京編では東中野駅から小岩駅の喫煙所を紹介していこうと思います。つまり、特内パスで巡れる限り、この日には巡っていきます。はい、それでは中央総武線各駅停車観光線の喫煙所巡りスタートになります。
分に風光明媚なんじゃないですか。都内にしては珍しいですね。はい。というわけで、東中野駅へ来ました。なんもないですね。ここね、南口なんですけどね。はい。これで来ましたね。特内バス。中央総武線の観光船ってこの特内バスだけだって、全部回れないじゃないかっていう話なんですけど、今日はね、多分全部回れないと思うんですね。多分特内で終わると思うので、これを買いました。これがね、お得なのでね。もう範囲外出たとしても、これにプラスお金払う感じで、運賃払う感じでね、行こうと思います。はい。三鷹からね、中野まではね、以前、中央線快速の時に、紹介しましたのでね、ここからやっていきましょう。で、一応ね、どの辺にあるかっていうのを事前に調べたんですけどね、北口の方みたいですね。南口じゃなかったですね。こっちなんか全然栄えてねえの、なんもなさそうだなと思ったらやっぱそうですね。まあじゃあ北口へ向かっていきましょう。あ、そっか、北口って都営大江戸線も乗り換えることができる方面か。はい。ってなわけで北口ですね。まあだいぶいろんなある程度のものがありますね。隣の中野駅よりはちょっと物が少ないですけど、見てみましょう。パチンコ屋さんが多いですね。これね。やっぱパチ屋に頼りすぎずにスーパーとかそっち方面行った方がいいと思うので、これちょっと探してみましょう。本当にあるのかな。サブカルチャーの聖地として名高い中野駅からたった一駅、そして大都会新宿駅から2駅に位置する東中野駅、ここにはまだまだ駅前に個人の商店が軒を連ねております。古着屋さんもございます。そして、ここからしばらく歩いたところに1軒のスーパーがございます。はい、ちょっと上がったところに、サミット、これスーパーですね、ありますが、この中にね、店内にあるということなんですけど、本当ですかね。スーパーの中にあるのかな。ちょっと探してみますね。ちょっと商業施設なので若干モザイク多めに行きます。このように大規模な商業施設の中というのは、2階3階以降に喫煙所があることが多いので、なんとなくの感じで2階に喫煙所を、探しに来たんですがありませんでした。というわけで残すは1階。果たして1階のスーパーのフロアに喫煙所はあるのでしょうか。もしねあった場合珍しいですね。かなりねスーパーの隣に喫煙所、私は未だかつて見たことがありません。果たしてあるのでしょうか。すごいですね。本当にスーパーの中に喫煙所がある。サミットの中に珍しいですね。これちょっと駅から少し歩きましたけど、まあいい方でしょうね。パチ屋の方が近いですけど、パチ屋とかカフェの方が、そういうとこ入りたくない方にはここがいいですね。ちょっと歩けばあります。はい、というわけで、商業施設と、そしてね、喫煙所ね出てきましたけど、雨降ってますね。きついなこりゃ。なんか今日若干雨降る予報だったんですね。これから降るでしょうが、頑張っていきましょう。ですね、珍しいですね。初めて見ました。初めてじゃないですけど、こんなある程度都心に、このスーパーのね1階部分にイートインスペースがあって、そして喫煙所がありました。結構綺麗でした。トイレもね近くにあって綺麗でしたよ。トイレついでに行きました。良かったです。じゃあね、次の駅へ行きましょうか。次の駅は大久保駅になります次は大久保です。これあれですね。きっと外側の線路が
快速線で、ここは、観光船で確定になってるんですね。この確定と快速はね、また別のものなんで、別のものって言ったら、なんで快速と普通になってんのって話ですけど、快速と普通っていう表現でもないんですよ。なんか普通、別路線として捉えられてますね。ちょっとこのホームスター結構新しいですね。最近設置されたのかな。まもなく2番線に各駅停車、千葉行きが参ります。大久保といえばかの有名な新大久保、コリアタウンとして名高い新大久保が思い浮かびますね。はい、ここから新宿区に入っていきます。新大久保も大久保もかなり近い距離にありまして、山手線の新大久保駅、そして中央線各駅停車の方は大久保駅になっております。数々のコリアタウン、そして外国の店々が軒を連ねております。徒歩5から10分圏内の新大久保駅と大久保駅、そして新大久保駅では喫煙所探しに苦労しましたが、こちらではススッと見つけられるのでしょうか。はい、来ました。大久保駅です。はい、大久保といったらね、新大久保の方が有名だと思うんですけど、新大久保とね、大久保の一応近いんですね。山手線が新大久保通りますが、中央線の、カフェ停車ね、ここを通ります。はい、やっぱね、変な外国の店が多いですね。韓国語みたいな。新大久保といったら韓流の店が多いっていうイメージあるかもしれないですけど、他にもね、外国のなんかそういう感じの店が多いですね。はい、外国人も多いです。じゃあこの辺りで喫煙所探していきましょう。これあっくんがあれしてたやつじゃない？宣伝してたやつじゃない？I like how her boost is like nicely styled. Like there's like the nice color. この上やった。はい、喫煙所出てきました。めっちゃ分かりやすかったですね。駅からめっちゃ近いタバコ屋さんの隣ですね。よかったよかった。すごく国際的な喫煙所でしたね。英語が飛び交ってました。なんか新しいタバコの話とかしてましたね。広告見ながら、これ新しいタバコだね、これ試したとかって、これはいいと思うよみたいなね、会話してました。だいたい8割ぐらいは聞き取れたと思いますけど、ほにゃほにゃ言ってるんで何言ってるかちょっと分からなかったです。英語力を向上させたいところですが、じゃあ次のね、新宿駅へ向かいましょう。新宿駅いっぱい喫煙所あるので、まだ紹介しきれてないところもあるのでね、かぶりますが一応行きましょう。次は新宿。お出口は左側です。代々木、千駄ヶ谷、信濃町へお出かけのお客様とはい、次の新宿駅は都内でも有数のターミナル駅になります。このシリーズで紹介するのは3回目になります。なんと新宿駅、出口が64個もございます。めちゃくそダンジョンですね。これでは迷ってしまいますよね。私は今まで新宿駅で2つの喫煙所を紹介してきたんですけれども、また新たに、もう1個紹介しようと思います。なんとね、私の周りにはもう新宿駅嫌いです。こんなダンジョンは嫌ですっていう方がね、何人かいらっしゃるんですよね。なんででしょうね。しかし私が喫煙所3つ目を紹介いたしますので、これでもう怖くはありません。皆さんも無敵です。ぜひ新宿へ向かいましょう。はい、新宿駅は東口です。東改札からね、出たらすぐこのね東口へ行けます。東口といったらですね、歌舞伎町へのアクセスで使う方が多いですね。
新宿で遊ぶと言ったら多分この東口を使う方が多いと思います。今までね私が紹介したのは、多分西口の喫煙所、そして、新南改札から出たところって新南口かなの下の喫煙所を紹介しました。どちらもね、会社に行くために使うとか、なんか用事のために使うで、新南改札の方は、夜行バスを使うときに使うだろうということで紹介しました。ここはね、一般の人がこう新宿で遊ぶというときに使う喫煙所だろうなということで紹介します。歌舞伎町方面のね一般の喫煙所2つ知ってるんですけど、まずここが東口の広場のところに、近くに、喫煙所がすぐそこにあります。でちょっと歩いていって、西武新宿線の西新宿かな、西新宿東新宿だったっけ分かんないけど、その駅の近くにもあります。本当歌舞伎町の入り口にもあります。はい、そしてこれはね有名なこれをね写真に撮る人多いんですけど、なんか 3D なやつですねこれね。そしてこのねこの猫の変な映像の前にですね、このでかい喫煙所があります。じゃあ入っていきます。めっちゃシール貼ってありますね。てなわけで喫煙所出てきました。めっちゃ治安悪いですね。シール貼りすぎですね。なんか奇妙なシールがいっぱい貼ってありますね。昼だからいいですけど、これね夜になるとなんかストゼロの缶とかも落ちてるんで治安悪そうですね。さすがね歌舞伎町の近くですね。はい、ではね次、信濃町へ向かって信濃町駅ですね向かっていこうと思います。多分ね降りるの初めてだったと思います。ちょっとね頑張って探しましょう。私ね気になるんですけど、あそこの広告なんでやたらと猫なんでしょうね。今猫じゃないけどずっとニャンに入ってるんですよ。ニャンジみたいな、何時って言われてる気がする。何時っていうのは、お前という意味で何時って言われてるような気がする。ずっとニャホニャホ言っててね、何の進展もないんですよね。どうして猫にしちゃったのか、犬にしちゃった方がいいんじゃないかな。あれこれ猫出てきましたね。どういう空間なのかが全く理解でせないんですよね。あれニャンジ言ってる猫です。東口名物ニャンジ猫です。はい、次は信濃町ではございません。代々木です。お出口はどちらだかわかりません。気をつけてお越しください。はい、次の代々木駅も新宿区内になります。代々木といえば代々木公園が近いと思いがちですが、それよりも新宿御苑の方が近いです。次の千駄ヶ谷駅もとても新宿御苑に近いですよ。それで前回の山手線の時に適当に紹介しすぎて代々木は代々木公園って言ったような気がするんですけど、新宿御苑の方が近いです。皆さん記憶を更新してください。はい、代々木駅です。すいません、何個か飛ばしましたね私ね。千駄ヶ谷と代々木を飛ばしましたね。存在忘れてました。ごめんなさい。あまりね中央線の観光船乗らないのでちょっと感覚が鈍ってましたが、はい、代々木です。ここは山手線も止まりますしね、山手線の時に紹介したので被ると思うんですけど、またねちょっと行きましょう。じゃあ喫煙所行きます。はい、喫煙所出ましたが雨がすごいまたちょっと結構大粒のが降ってきました。ここはね、東口から出てこのすぐのところなんですけど、もう一個ねあるみたいですね。西口の方面ですね。一応この、東西の通路から行けるとは思うのでちょっと行ってみようと思います。はい、今回ご紹介しましたのは代々木駅東口を出てすぐのところの喫煙所です。パスパ代々木駅東口という喫煙所ですね。はい、こちら民間の団体が運営しております。中にね多分自販機とかあると思うので、そちらでちょっと課金していただいたらね、そちらの民間団体の助けにもなると思います。はい、そして、西口の喫煙所、こちら山手線の時に紹介していなかったので、新たに紹介しようと思います。果たして喫煙所あるのでしょうか。私ね行ったことがないので楽しみです。はい、というところで今回はここでおしまいにいたします。
今週もここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。またお次の動画でお会いしましょう。元気でね。